様明けましておめでとうございます。昨年1月からね、人形服動画の公開を始めて早1年。おかげさまでチャンネル登録者様1000人を超えました。本当にありがとうございます。やりたいことはね、たくさんあるんですけれども、子育てしながらのね、撮影なんで、1週間から2週間にね、一度くらいしか動画を更新できませんが、気長に見守っていただけると嬉しいです。リクエストとかね、ご意見ご感想などありましたら、コメント欄にね、気軽に書き込んでください。できる限りね、全書させていただきます。それでは本編こちらの振り袖をね、作っていきたいと思います。皆様、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。今日はこちら、おびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形の振り袖を作っていこうと思います。材料はこちらのコットン 100% の生地2種類。できたらね、この金の箔押しの入ったものが2種類と、それからポリエステル 100% なんですけれども、よくね相性の合うようなお色の生地と、そしてこのね柄に近いようなお色の糸と、それから白と赤のリボンとレースを用意していきます。でこちらね、白は絶対必要なんですけど、赤はね別になくてもいいですし、他の色でも大丈夫です。でリボンがない場合はね、普通の生地を半分に折って使っても大丈夫です。それからこのね帯締めに使うんですけれども、細いねコードっていうんですかね、紐状のものも使っていきます。それからライターと手芸用ボンドとペンチをね使って作っていきます。それから生地のね説明をしますね。こういうね金の箔押しがある生地がいいんですけれども、あまりにねこう柄が大きいとこうね当てた時に何が書いてあるのかわからないっていうね、柄が何の柄なのかわからなくなったりするので、あまりね大きな柄は向かないです。おびつ11はね、できるだけ小さな柄の方がいいですね。このぐらいでも大きいぐらいですね。そしてこのようなねちょっと凹凸のある凸凹のある生地もあるんですけれども、こういうタイプの生地はね、だいたいポリエステル 100% でできてたりするので、ポリエステルがね入ってると布用ボンドではくっつきにくいので、ミシンで縫う場合はいいんですけれども、布用ボンドで作る場合はこういう生地は避けた方がいいと思います。はい、このようにね切りました。こちらの端からこちらの端までは30センチあります。そして帯がね5センチ、ボディが4センチ、前身頃が2センチ、そしておはしょりと襟の部分が2センチ、袖が4センチ、そしてこちら帯揚げになるんですけれども、10センチ ×2 センチを用意して作っていきます。まずねボディを半分に折って、そしてそれぞれねこう端から5ミリ、こっちの端も5ミリを折って真ん中をね接着していきます。こういう状態にねしていきます。そしたら次にボディの部分を真ん中までね割っていきます。ちょうどねこれ2センチ2センチで4センチなんですけど、2センチのところにね真ん中に線が引いてあります。そして半分に折って半分のところまでね割っていきます。そしたらこうね縦に半分に折って、ちょうどこの位置をね挟むような形で、だいたい後ろに3ミリぐらい、そして前に5ミリぐらいね涙型にカットします。ここに前身ごろをこのように貼り付けていきます。でこの時ねこの生地ね少しこうグラデーションが入ってるので、こっちの方がいいかな。こういう風にねこう色がずれてくっつくと
ちょっとねすごいつないでる感があるので、できるだけこう自然な感じに、ね、なるように色を合わせてくっつけていきます。はい、そして前身ごろの部分がね乾くまでの間に帯を作っていきます。まず人形を手を広げて端をね少しきれいに切ります。はい、そして人形をねぐるっと巻いて、よいしょ、だいたい1センチから 1.5 センチぐらいオーバーラップするぐらいで切っていきます。はい、そして帯の部分が切れたら、このね真ん中3分の1分ぐらいのところにこの帯揚げを縫っていきます。表からね少しだけ見えるようにこう半分に折って、こういう感じでね縫い付けていきます。こうなります。で帯の部分がね布用ボンドで硬くなってるので、必要な場合はペンチを使ってください。そしたらこのね余分な部分を切ってしまいます。そしたらこちらがねもう乾いてる頃なので、開いてネイルアイロンをかけていきます。そしてここねはみ出てる部分を切っていきます。そしたら裏返して、ちょうどねこの半分の位置に印をつけておきます。そして袖のね半分の位置にも印をつけます。この印とね印がよいしょこう合うように、だいたい前後1センチずつぐらいをくっつけていきます。肩の部分がね乾くまでの間に帯におはしょりをつけていきます。裏側にねこれを半分に折って、表側から少しこう生地が出るように貼り付けていきます。そしたら袖の部分を開いていきます。はい、そしたらこれを半分にこう折ってね、手が出る部分1センチから1.5センチぐらいを空けてこう L 字に貼り付けていきます。さらによいしょ、腕がね通る部分だけを開けて1.5センチぐらい開けて、ここ横のサイドもくっつけていきます。こちらも同じく L 字とここくっつけていきます。はい、ではねもう袖の辺も乾いてるのでひっくり返していきます。
そしたら一度ね人形にフィッティングさせてみて、この前身ごろのねいらない部分を切っていきます。だいたいこうギュッとここがまっすぐになるように合わせた状態で、脇の少し下ぐらいに、ね、なるようにこう斜めに切っていきます。そしてついでにね裾ももうここが足なんですけど、足より少し長いぐらいで切っていきます。そしたらこのね袖口を中へ5ミリほど、3ミリから5ミリほど中へ折り込んで、そしてこのね袖の端っこのところも3ミリから5ミリこう折り込んでくっつけていきます。次に襟をつけていきます。表に対してねこう表をこういう風にくっつけていきます。で少しねこの端っこから5ミリほどはみ出した状態でつけていきます。少しねのりが落ち着いたら襟を立てていきます。襟ができたら裾を合わせていきます。はい、そして裾がねしっかり合わせられたらもう一度しっかりフィッティングさせて、首元をねがっつりこう閉じます。そうするとね少しこう裾が斜めになるので、これをこのねちょうど帯に隠れる部分でぐっと寄せてここを揃えます。でこの状態をねキープするためにここをね縫ってしまいます。はい、だいたいね土台が完成したらあとちょっと装飾していきます。まずはリボンのね片方の端をライターで炙ってきれいにしていきます。そしたらこう裏から見てね少しこう赤が出るように貼り付けていきます。そしてねこの時こういう風にカーブになるように貼り付けていきます。そしてさらにこれをここへね少し白と赤が出るように貼り付けていきます。はい、そして帯締めをね作っていきます。10センチぐらいのを2本用意して2つ輪っかにします。そして片方をくぐらせてそこへこれを入れていきます。よいしょ。
そしてシューッと引っ張ったらこういうね形になるので、これを帯の部分にこうね、貼り付けてもいいですし縫い付けていってもいいです。で片一方ね、こちらどっちか片一方を短めに切ってこう少しねじって挟んでいきます。そしてマジックテープを縫い付けていきます。はい、ではね帯を作っていきます。だいたい赤い部分をねこういう風に折って帯図11のねこのちょうど腕の幅ぐらいになるように切っていきます。リボン型をね2つ用意したら真ん中からねこうだいたい 2,3 回折ってしっかりシワをつけてねこういう風な感じで重ねます。そしてこうつけたい方の上の方がねこっちの方が長いようにセットしてぐるぐるっとね巻いていきます。そして針と糸でね固定して縫って固めていきます。この時ね針がもうほとんど通らないと思うのでがっつりペンチで縫っていきます。そしてここねこれを最後帯にこう差し込んでこういう風な形にするので、この少しだけはみ出した状態で縫っていきます。はい、そして帯がね縫えたら着せてみてこういう感じでねはめ込んでいきます。よいしょっと。でねここ余計な分出るんでこの辺でカットします。そしたらねちょうどいいぐらいになるのでここ切っていきます。はい、完成したのでヘッドをね変えてみました。これで帯図11の振り袖完成です。はい、こんな感じでね設置してみました。帯の形なんですけれども、これにこだわらず縫いやすい形であれば何でもね自由なんで可愛く作ってあげてください。あとね足先を少し内股にすると着物がよく似合うと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録とあと Twitter、Instagram でのお友達へのシェアぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。